どうもこんにちは。Qゲームスで CEO をしている高橋と言います。よろしくお願いします。今回そのタスクリストが 50% を超えたということもあって、ちょっと僕の方からそのリストの説明なんかをさせてもらいたいなと思っています。このリスト自体はトゥモローチルドレンの復活が決まった時に、その当時のコアなメンバーとかで、ブレストを繰り返し行ってで、いろいろやりたいことリリースまでにやりたいことっていうのをそのリストに、すごくシンプルなリストなんですけどまとめました。で、それが今回 50% を超えたんですけれども、そのリストにどういった内容が入ってるかっていうことなんですが、いろいろと当時やりたかったけどできなかったこともたくさんありまして、なのでその、やりたかったことをいろいろとそのリストには、詰めてます。であとは改めて結構サービスが終わってから時間が経ったことで、その期間の中でいろいろと思ったこととか思いついたこともたくさんありまして、で、ファンの方といろいろツイッターとかディスコードで交流する中で確かにそういうこともやってみたいなっていうような内容もたくさんありまして、そういった内容もリストに入っています。でこれは情報すでに出てるんですけども、今回フリートゥープレイではなくなるので、フリートゥープレイではなくなることでゲームの純粋な面白さっていうのを楽しめるようなゲームの調整っていうのも、今回たくさん、行っています。で、これも結構重要なポイントなんですけども、ゲームの導入部分のオンボーディングの部分っていうのを、ちょっと改めて見直して、本当に初めて遊んでもらうユーザーさんにも、スムーズに楽しんでもらえるようにいろいろとこの辺りも力を入れて調整しています。で、最後に、これはファンの方にもすごく喜んでもらえる点だと思うんですけれども、いろいろとその実装を当時、していたけど途中で、8割ぐらいのところで途中になっていた要素っていうのもたくさんありまして、で、結局それは日の目を見ずに眠っていたんですけれども、今それをちょっと改めて掘り起こして、宝探しをするみたいにいろいろと新しい要素っていうのを復活させようと、頑張ったりもしています。こちらが今使っている、作業リストタスクリストになります。Qゲームスではいろいろタスクの管理ツールをいろいろ使ってきたんですけども、今回は原点に変えて、すごくシンプルなスプレッドシートのリストになっています。で、今回その進捗が 50% を超えました。はい。で、結構このリストの少し僕たちがこだわっているポイントというか、少し話させてもらうと、それぞれのタスクには特にその担当者っていうのは決めてません。なので自分がやってみたいっていうタスクとか、あとその1日の間で残り時間でできるタスクっていうのを自分で取っていくような、そういう運用をしてます。あと特にこのリストで全体的にどういう作業が残りあるかっていうのを全部みんなが一覧で見れるので、なのでみんながその目標を共有して、ゲームがどこに向かってるかっていうのを分かりながら作業できるっていうのがすごくいいポイントかなと思ってます。であと仕様についても、細かくはそこまで書きすぎずに、ある程度目的だけが書いてありて、実際作業する人が自分でベストな方法を見つけて、相談しながら仕様を決めていくっていうようなやり方をしてまして、結構今のところ、みんなモチベーション高く効率よく作業をしてくれてます。じゃあ、最近入った新しいフィーチャーを一つ紹介したいと思うんですけれども、カバンのショートカット機能というものが入りました。ツールを何も装備していない状態で、カバンの中にリソースが入っている時に、四角ボタンを押すと、もうそのカバンを装備してリソースを出してくれるという、ちょっとした便利機能が、入りました。で、それをもうこのリストの中にあるんで、解決しようかなと思います。
今回のボイドからのお便りは以上になります。また次回もお楽しみに。